自由の菩薩とは未完成の完成です。未完成の完成。完成って言ったら止まってるイメージかもしれないが、止まってったらどんどん業もどんどん溜まっていくというか、どんどん煩悩っていうのは溜まっていくんですよ、普通に生きてたら。なるほど。煩悩が溜まっていくっていう感覚ね。それにもう打ち勝っていく軌道があるっていうことですよ。だから未完成の完成が一番の完成なの。なるほど。これがずっと完成を維持していく軌道、自由の菩薩っていうのはそれを表現してるっていうね。これは生命のいっちゃん表にあるっていうことですよ。地獄界より下にある。だから南無妙法蓮華経を引き上げようとすると自分の嫌なところも上がってくる感覚ないですかって。なるほどね。全部上がってくるからベースね。そうだから避けられないんですよ、自分の嫌なところと向き合うところから題目するっていうのは。だからさあ来いじゃないといかんわけだ。来るなって言っとると、地獄界来るなと思っとると自分の仏界も来ないってことですよ。なるほどね。仏界来いって言っとると地獄界も一緒に上がってくるから、それもしゃあないっていう、でそれをずっと向き合っていく中で消化されていくっていうか、菩提に変わっていくっていう、それが煩悩即菩提だから、でさあ来いさあ来いって、その時は段なんですよ、しばらくしたら楽になってくる、難足安楽を繰り返していく、中で仏界だけに包まれる時が来るというかね。じゃあ今回ね、小本。いやちょっとね、はい花粉のシーズン入ってきまして。持ってる人。すいません、ちょっとね鼻声がもわかんないですけども。辛いですよね、持ってる人ね。僕持ってないんで大丈夫ですこんな感じですが、ちょっと失礼しますぶっ放すタイミングがあるかもしれないですね。そうですねしゃあない。ということでね、やっぱり仏法っていうのは改めて、ものすごい先行ってんですわ。想像をやっぱ超えるほどの先行ってて、これをね伝えようとしてるんですよ。徐々にゆっくりだけど伝えようとしてて、なのでね、この仏法を伝えるっていうことはね、同州将棋を起こすものなんですよね。てか起こさないといけないものでございまして、だから我々が今からやろうとしてることっていうのは、この YouTube 界に同州将棋を起こそうって話なんですよ。なんである意味批判されて当たり前というか、いう世界なので、それな覚悟を持ってやりなさいよと。やりなさいよとまあそんなんあるっすわね。その YouTuber の大先輩だろうがお仲間だろうが、コメント欄見たらまあえらいことになってますし、ご苦労様ですって感じだけど、インフルエンサーというか発信者サイドになればもう誰しもが通るね、権力を持ったり影響力を持ったりした人っていうのはそれにさらされるっていうのが世の常じゃないでしょうか。どんどんさらされていきます。そこで負け取っちゃいかんっていうのが仏法の大事なとこじゃないんですかね。知らんけど知ってる知ってるか、知ってるブリチャンネルよろしく。そうね。いきますよ。規制の価値観を揺るがす運動。斉藤。そうした観点から見ますと、大聖人の釈伏自体、当時の人々にとっては大変な同州将棋だったと言えますね。規制の仏教界を震撼させる戦いではなかったでしょうか。池田、仏教界だけではなかった。幕府権力もそれに連なる人々、ひいては民衆までもこぞって同州将棋を起こしたのです。それまでの誤った宗教観、信仰観を根本から否定されてしまった。人生観、社会観、民衆観、人々がそれまで信じていたものがことごとく覆されたのです。大聖人に対して大きな反発が起きたのは当然です。何が起きないわけがない。遠藤。学会員もその大聖人の示された通りに愚教を行じ、日本社会に同州将棋を引き起こしたわけですね。斉藤、確かに日本人の場合、宗教は特別な人がやるものとか、宗教なら何でもいいと考えている人がほとんどです。そうした中で学会員は厳然と宗教の聖者を語り、大聖人の仏法正義を訴えた。経典同地のことだったに違いありません。須田。驚くだけならまだしも多くの人が怒り狂ってしまった。そもそも布教という宗教の生命すら失われていた風土が日本です。宗教の聖者をめぐって対話するという精神的土壌がない国土です。長いものには巻かれろといった体質も根強い。白黒をはっきりさせることを嫌い、曖昧にしてしまう。聖者をはっきりという学会員の信念に反発が起きたのも当然かもしれません。しかもそうした民衆を仏法の正義に目覚めさせる学会の運動が規制の秩序を揺るがすものであったために、権力からの弾圧を招かざるを得なかったわけです。池田、同州将棋が大きければ大きいほど難も大きくなる。
日本を根本的に救いゆく同州将棋です。難が起きないはずがないのです。そして今は世界が相手です。世界を舞台に同州将棋を起こしている。平和と文化、教育と友情を広げながら、着実に人類の仏教観、人間観、生命観を変えています。斉藤、人類全体の同州将棋というと、この座談会の冒頭で語っていただいたことを思い出します。それは、人はどこから、そしてどこへ、何のために、この問いに答えることこそ、人間としての一切の営みの出発点となるはずです。という先生の言葉です。輸十本から受領本にかけてダイナミックに展開される永遠のブッダ観は、まさにその答えになるのではないでしょうか。須田、ルネサンス期の警官詩人ペトラルカは書いています。一体自分はどのようにこの人生に入り込んできたのか、どのように出ていくのであろうかと。人間の本性はいかなるものか、何のために我々は生まれたのか、どこから来てどこへ行くのかということを知らず、なおざりにしておいて、野獣や鳥や魚や蛇やの性質を知ったとて、それが一体何の役に立つだろうか。池田、その通りだ。現代ほど人間が何のためを忘れ、自分自身を小さな存在に貶めてしまっている時代はない。社会の巨大なシステム、制度や機構の中で、自分の力などたかが知れている。自分一人が何かしたところで世の中が変わるわけがない。うまく社会に適応して生きていくのが精一杯だ。こうした無力感が人々の心を覆っている。斉藤、そこに今日の世界の閉塞感の一興があります。自分を小さな存在と思い込まされ、疑問すら抱けなくなっている。疑問さえ持たず安住してしまっている。そうした精神の不毛さがますます人間を小さくしています。法華経の教えはこうした卑小なる人間の限界を打破するものです。池田、そう、仕方がないという凍てついた諦めの大地を叩き壊すのが輸十本です。人間の底力、民衆の底力を晴れ晴れと義義堂々と満点下に示していく戦いです。ということで、力湧いてくるって言いますけど、その地っていうのは、諦めの境地というか、そういったところから希望が湧いてくるような。これめっちゃ感じますよね、働いてると。なんならすごい20代30代前半でもそういうこと言ってる子が結構いるんで、大丈夫って思ってたところがすごい言語化されててびっくりした諦めの感じってことですね。もうこれは壊せないと思ってる人たちに壊せるよっていうことなんですよ、釈伏って。なんかね、変に悟ってるっていうか、そうそう、悪い方向に、楽しい？それ壊せるよっていうことを言うわけだから、壊せるわけねえだろっていうので同州将棋、なるほどね。そっから湧いてくる。昔からあったんだね。そうですね。須田先生はロシア科学アカデミー東洋学研究所のボロビヨバ博士と会見されました。博士が受領本のクオンの仏について言われたことが印象に残っています。仏と融合する境界を受領本では説いていると思います。これは時間を超えた概念です。宇宙のエネルギーを自分自身のエネルギーとするのです。その宇宙との一体感を味わう境界を永遠性として表現したのではないでしょうかと。池田、鋭い直感です。その仏と融合する境界、宇宙との一体感を味わう境界を我が身に体現して登場したのが自由の菩薩ではないだろうか。菩薩と言いながら実は仏である。自由の菩薩がどこから来たか。天台は法性の炎霊、玄宗の極地に従していたと言っている。つまり生命応帝の真理であり、根本の一方である南無法蓮華経のことです。宇宙の本源であり、生命の根本の力であり、知恵の究極であり、あらゆる法理の一根です。自由の菩薩はその本源のエネルギーを体現している。しかも菩薩です。菩薩ということは完成、仏果ではなく未完成、仏印である。未完成でありながら完成の境界を体にみなぎらせている。否、完成の境界を崩落しながら、しかもさらに先へ、さらに高みへ、さ
さらに多くの人々の救済へと行動している未完成の完成です。自由の菩薩とは、妙法を根本とした永遠の行動者であり、永遠の前進の生命です。そのはつらつたるエネルギーを我が生命に湧き立たせていくのが個人における自由の出現です。これまでの小さな自分の殻を叩き破っていくのです。非常に重要なところで答えました。未完成の完成。完成って言ったら止まってるイメージかもしれないが、止まってったらどんどん業もどんどん溜まっていくというか、特に年老いていったらどんどんボケていくというかどんどん煩悩っていうのは溜まっていくんですよ、数に生きとったら。なるほど。煩悩が溜まっていくっていう感覚ね。それにもう進んでいく、打ち勝っていく軌道があるっていうことですよ。だから未完成の完成が一番の完成なんだ。なるほど。これがずっと完成を維持していく軌道。自由の菩薩っていうのはそれを表現してるっていうね。水のように流れろと。そうそう。おー、中国のあれやん。そう一回書いたよ。強きこと水のごとし、淡きこと雲のごとし。この間書いたっていうのは書道でね。書道で書いた書道でね。それも仏法の一文ですよ。まあそういう意味合いなんだろうな。水だって止まったら腐っちゃうでしょって。流れ続けるから綺麗な。そう、腐っちゃうんだ。で、どんな形のマスにも入るっていうね。そういう柔軟さをも持っている。そういう性質なんだと思うよっていう話です。自由の菩薩と言っても。そうね。で、どこから来たか、発祥の縁で原種の極地って言ってますが、何のこっちゃいう話かもしれんが、生命の大手ですよ。我々の生命の大手、つまり南明法蓮華経って言ってるけど、その実とか言って勉強したと思うけど、その実のことですけど、これは生命のいっちゃん大手にあるっていうことですよ。地獄界より下にある。だから南明法蓮華経を引き上げようとすると、自分の嫌なところも上がってくる感覚ないですかって。なるほどね。そういう意味で地獄界よりも下にある。そう、全部上がってくるから。ベースね。そう、ベースです。なるほどなるほど。だから避けられないんですよ。自分の嫌なところと向き合うところから題目するっていうのは。だからさあ来いじゃないといかんわけだ。来るなって言っとると、地獄界来るなとか思っとると、自分の仏界も来ないってことですよ。なるほどね。仏界来いって言っとると、地獄界も一緒に上がってくるから、それもしゃあないっていう。でそれをずっと向き合っていく中で消化されていくっていうか、菩提に変わっていくっていう、それが煩悩即菩提だから。でもうさあ来いさあ来いって、その時は難なんですよ。で難でしばらくしたら楽になってくる。難即安楽を繰り返していく、中で仏界だけに包まれる時が来るっていうか、その水のみになってくるというかね。でそれはもうずっと水流れてるような感覚なんで、流し続ける感覚なんで、それはもう未完成の流し続けるっていう意味では、止まってないから未完成っていうかね。なるほどね。確かに。感情がコントロールできるようになるっていう感覚が僕の中ではあるんですけどね。その仏教を勉強していくとそういうところがあって、でさっき言ったみたいなその強きこと水のごとしみたいな感じのことを書いて、で意味も調べながらこう書いてた時に思ったのが、なんだろうな、その仏道修行してるっていうのは水になるっていうより護岸工事してるような感じかなと思って。水ってそれこそ雨風吹けば荒れたりもするし、高低差がなければ止まっちゃいもするし、それって環境要因なんで、でもそれがどんな時でもスーッと流れるように護岸工事をしてコントロールできるようになるっていうのが、一つの仏道修行のあり方なのかなとか思いながら、心安らかに書いてたことがあります知らんけど、いや知ってるそういう解釈でやってた覚えありますね。傑作が深まってきたって感じですよね。本当変態の境地になってきたな俺も。深まってきたってことですよ。深まってきた。結局悟りとかね、自由の菩薩とか仏界だとか言っても、そのイメージ像が洗練されてこないと、言葉だけがどっか飛んでっちゃうんで、ふわふわと。アンガーマネジメントだとかそういうのはよく聞くじゃないですか。一種のそれじゃない。アンガーマネジメントの究極ですよ。
だからこれもそうね言っちゃうからこういうことを、うんそしたら同種商業起きるんですよアンガーマネジメント業界からすると、いやいやそうね、なんか人間力っていう大きなものの中にあるのが、アンガーマネジメント、怒りをコントロールするって、怒りだけじゃなくていろんな感情をコントロールする必要はあるじゃんって言って喜びすぎてはっちゃけちゃってはめ外しすぎちゃってっていうパターンもあるだろうし、怒りぶつけさらしてね周りをドン引きさせるだとかもあるだろうし、そうそういうのを自分自身の行動だとか感情を俯瞰して見てコントロールしてっていうのができるようになってくるのが大人じゃないっていうかだから大人になっていくんですよそうよね。だからガキって言われるんか誰が世の中ねちっちゃい子供の上向き散らすのとかねガキ界が出てるよだからね、なるほどねっていうね。否定するあれはないけどね、その感情をねコントロールはねしんといかんよね。表裏一体みたいなとこがある自分のガキ界をうまく消化できたら大人っぽくなってくるというか、ガキ界をコントロールできるようになってくるから、で地獄界もそうですよ。地獄界を引き上げることで部下に変わるんだなこれっていう世界ですわこれ、地獄界っていうのはもう絶望みたいな感じじゃない、絶望の感じの中で綺麗な生命が湧いてくるんですわ、動じないってことですよ、俺も今絶望が来てるけどカットするけどなここら辺はなんかもうええわっていう感じの生命がなんかもう出てきてるけど、機嫌が悪くなったり暗くなったりしないっていうね、どうですか自由の菩薩像、ねどんどん洗練させていきましょう。そうね。はい。